週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部48話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回47話で暗号を解こうと頑張る3人。しかし内容が難しく解けずにいました。するとミコトからこちらに来ると連絡が。48話ではミコトが登場。謎を簡単に解いて、回答からのメッセージは体育館にチケットがあるから遠足でこちらに来いとのこと。体育館に向かうと本当に2泊3日の新幹線チケットが置いてあり、我らが探偵部1から48話公開中です。3人同好会35話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回34話ではみゆ先生とてつが話している時のりく視点。りくは自分のためにやりたくないことをしているてつに対して後ろめたさを感じていました。するとてつから連絡が来て、教室でみゆ先生と話してと報告が。指定された場所に行くことを迷っているとそこにさくらが現れ、35話はみゆと契約書を記入したてつの視点。てつはみゆに早くりくと会うように促す。みゆがいなくなった後、てつは自分の行動について考え直しているとそこにさくらが現れて。3人同好会1から35話公開中です。ハチコは何も知らない27話。この物語は男子高校生のカオルがある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチコと出会い、そのハチコが繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回26話は放課後帰ろうとするカオルにもう少しここにいようとアイルが言い出し、話の流れで休日に2人でクッキー材料の買い出しへ行くことに。しかしそこでアイルはカオルは恋愛について興味がないことを知ります。27話でそのことをハチコに報告するアイル。改めてカオルに好きになってもらおうと頑張る2人でしたが、その会話をカオルが全て聞いていて。ハチコは何も知らない1から27話公開中です。学園の幽霊たち14話。この物語は学園で自爆霊をしていることに飽きたレイナが成仏するために生前の未練を晴らそうと同じ幽霊のユウカと一緒に解決していく作品です。前回13話でユウカとレイナが合流、事件の内容を整理することに。話を進めていくとユウカは犯人が分かったと言い出します。14話ではユウカとサキの話し合い。どうしても幽霊が犯人だというサキにレイナは被害者の森さんが犯人だと言い出し、学園の幽霊たち1から14話公開中です。お悩みは仮予定錬金術工房まで28話。この物語は高校1年生のアマと落雁がある日気がつくとカリオテと名乗る少女の錬金術工房にいました。錬金術事業を一緒に展開するために落雁を召喚したカリオテと異世界と現実世界を行き来しながら生活を送る落雁のお悩み解決ストーリーとなっています。前回27話で錬金魔道具を調べるカリオテ。とりあえず魔道具を渡したパステル先輩に話を聞きに行くことに。しかし魔道具について聞くとパステル先輩はそのことを知っている様子。パステル先輩をニコラ・フラメルだと疑う落雁に手伝ってほしいことがあるというパステル。28話ではパステルについていくとそこにはラテが落雁の兄ラムネについての問題で直接本人に話を聞きに行くことに。すると兄ラムネの様子がいつもと違っていて。お悩みはカリオテ錬金術工房まで1から28話公開中です。カクリオと異界の姫22話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けるとそこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界カクリオへと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回21話では正義の元へ一緒に行くことを決意するいつか。再び森へ向かうと正義と市議が現れる。22話で市議、正義、秋人、いつかで話をすることに。自分の名前を時梨家10代目と名乗る秋人に驚く正義。しかし話し合いの最中に歳月という女性に襲われて。カクリオと異界の姫プロローグ1から本編22話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、
Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。次にハッチポット VR のアップデート情報について。今回のアップデート内容はこちら。ハッチポットビルダー選択肢機能追加、ジャンプ後の柱書き前省略、日本語だけで VR アニメを作成するツール、ハッチポットビルダーに選択肢機能が追加されました。こちらはシナリオ分岐が作れるもので、ゲーム風やミステリーなど作品の制作幅が広がる内容となっています。詳しくは別動画で説明しているので、気になる方は見てください。2つ目は同じくビルダーの機能で、シナリオをジャンプする際、今まではサイド、場所、登場人物、立ち位置、BGM など入力しないといけなかったんですけど、今回のアップデートにより立ち位置と入力せずとも続きを入力するだけで全て引き継がれるようになりました。これにより作品を効率的に制作できるようになります。以上がアップデート内容でした。今後も VR アニメを作りやすくなるアップデートをしていく予定なので、この機会にぜひハッチポットで VR アニメを制作してみてください。脚本さえあれば簡単に VR アニメ制作が可能ですよ。興味ある方は概要欄からクリエイター登録してみてください。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。